AI 詐欺コンサルをソースコード解析で完全論破した結果、これが最先端の AI 技術だよ。お前の AI、if 文しか書いてないぞ。これは俺が AI 詐欺コンサルを完全論破した話。俺は中堅の製造業でデータサイエンティストとして働いている29歳。機械学習とかデータ分析が専門で、この会社では唯一の AI 人材だった。まあ地味な仕事だけど、それなりに楽しくやってた。ある日、社長が突然全社員を集めて緊急会議を開いた。みんな朗報だ。当社もついに AI 時代に突入する最先端の AI 技術を持つコンサル会社と契約した。俺に何の相談もなく？こちらが AI イノベーション社の代表、林田さんだ。皆さん、はじめまして、林田と申します。我が社の最先端ディープラーニング技術で御社の生産性を 300% 向上させます。 300%？ さすがにそれは無理すぎじゃ。トランスフォーマーアーキテクチャとガンズを組み合わせた独自のアルゴリズムです。さらにバートと GPT をファインチューニングして。ちょっと待って、製造業でガンズって何に使うんですか？それにトランスフォーマーとガンズを組み合わせるって技術的に意味が。ははは、専門的な話になると難しいですよね。企業秘密もありますので、詳細は開発時に説明しますよ。いや、でも具体的にどういう仕組みで？いっちくん、専門家の方の話を遮るんじゃない。林田さん、契約金額は5000万円でよろしいですね。5000万円？はい、最先端技術ですからね。これでも破格のお値段ですよ。社長、ちょっと待ってください。俺が社内にいるのに外部に5000万円って、せめて技術的な内容を確認させてください。君は黙っていなさい。この会社の AI と発射運をかけたプロジェクトなんだ。君みたいな若造に任せられるわけがないだろう。ふふふ、ご安心ください社長。3ヶ月後には最高のシステムをお届けしますよ。これは嫌な予感しかしない。専門家の意見を無視とか終わってる。5000万円とか絶対詐欺だろ。契約が締結されてしまった。これから3ヶ月、林田と一緒に働くことになる。会議の後、俺は林田について調べてみた。でも、会社のウェブサイトも立派だし、実績も書いてある。ただ、どうも具体的な技術情報が見当たらない。論文も学会発表も見つからない。GitHub で林田の名前を検索してみたが、何も出てこない。普通 AI エンジニアなら OSS に何かしら貢献してるはずなのに。まあでも契約しちゃったし様子を見るしかないか。プロジェクトが始まったが、林田は俺を完全に蚊帳の外にした。社長、技術情報は企業秘密なので社内の人間には見せられません。なるほど、それは仕方ないですね。いやいや、おかしいでしょ。俺がこの会社の技術担当なのに。あなたのような素人に説明しても理解できませんよ。素人って、俺データサイエンティストなんですけど。はいはい、データサイエンティスト。我々は最先端のディープラーニングを扱っているんですよ。だったら具体的にどんなモデル使ってるか教えてくださいよ。 CNN ですか？ RNN ですか？それともトランスフォーマーベース？はあ、その辺は全部使ってますよ。全部ね。全部？それどういう構成なんですか？あなたには難しすぎて理解できないでしょう。とにかく結果だけ見ててください。これ絶対怪しいだろ。質問に全然答えてない。専門用語並べてごまかしてるだけじゃん。そして3ヶ月が経ち、ついにシステムの納品日がやってきた。この間、林田は一切技術的な説明をせず、進捗報告も曖昧だった。社長、お待たせしました。最高の AI システムが完成しましたよ。おお、これが噂の AI システムか。では、デモをお見せしましょう。このデータを入力すると、ほら、この通り、精度 98% です。素晴らしい。さすが最先端の AI 技術だ。ちょっと待ってください。そのデモデータって実際の製造データで試してもいいですか？それは環境構築がまだ。いっちくん、邪魔しないでくれ。デモは成功したんだ。納品後、俺は早速実際の
システムを動かしてみた。製造ラインの不良品検出 AI ということだったのでテストデータを投入した。そして結果を見て驚愕した。精度 30%、 100件中30件しか正解してない。これランダムで選んだ方がマシなレベルだぞ。不良品を見逃しまくって良品を不良品判定してる。これは全く使い物にならない。俺はすぐに社長と林田を呼び出した。林田さん、このシステム実際のデータで精度 30% しかないんですが。ああ、それは御社のデータ品質に問題があるからですね。データ品質の問題？はい、AI は完璧です。問題は御社のデータクレンジングができていないこと。ふざけるな。デモで使ったデータも同じソースから取ったものだぞ。デモ用のデータは私が特別に前処理したものです。御社には同じレベルのデータクレンジング技術がないということでしょう。それなら最初から言ってくださいよ。契約書には書いてありますよ。御社のデータ準備責任と。イッチ君、君がデータ準備を怠ったのか。俺そんなこと聞いてないですよ。まあご安心ください社長。追加費用2000万円で私がデータクレンジングと AI の再学習を行いますよ。2000万円？ちょっと待ってください。すでに5000万円払ってるんですよ。それは AI 開発費用です。データ前処理は別料金ですよ。契約書の第5条に明記されていますよ。イッチ君のせいで会社が大損害だ。なぜ最初からちゃんとデータ準備をしなかった？だから俺は最初から蚊帳の外だったんですよ。言い訳するな。君は今日から自宅待機だ。場合によっては1000万円の損害賠償を請求する。ふふふ。まあそういうことです。自宅待機を命じられた俺は絶望的な気分だった。5000万円の失敗の責任を押し付けられて、さらに1000万円の損害賠償請求。家のローンも残ってるのにどうすればいいんだ。でも何かおかしい。デモでは 98% の精度だったのに実運用では 30%。 データの品質だけでこんなに差が出るはずがない。このままじゃ終われない。徹底的に調べてやる。これは完全に詐欺だろ。追加で2000万円とか悪質すぎる。社長も情弱すぎだろ。イッチ、負けるな。その夜、俺は徹底的にシステムを調べることにした。納品されたシステムのソースコードを開いてみた。まず依存ライブラリを確認する。テンソルフローも PyTorch もない。サイキットラハンもケラスもない。機械学習ライブラリが一つも入ってない。どうやって AI を実装しているんだろう。次にメインコードを見てみた。そして信じられない光景を目にした。if 文 if 文 if 文、全部 if 文だ。マジで全部 if 文しかない。これ単純なルールベースシステムじゃないか。もし値が100より大きければ不良品とかそういうハードコードばっかり。 AI でも何でもない。これただの条件分岐だ。学習もしない。ニューラルネットワークもない。これなら大学1年生でも書けるレベルだぞ。いやプログラミング初心者でも1週間で書けるわ。さらに調べていくともっと衝撃的な事実が判明した。システムのログファイルを見てみた。このログはなんだ。デモで使ったデータの ID が記録されてる。まさかこれってデモ用のデータ ID に対して正解を事前にハードコードしてやがった。完全にやらせじゃないか。つまり林田はデモ用のデータに対してだけ正しい答えを返すように仕込んでいた。なるほど。だからデモだけ高精度だったのか。それ以外のデータには適当な if 文で判定してるだけ。だから実運用では精度 30% なんだ。これは完全な詐欺だ。でもこれだけじゃまだ足りない。林田についてもっと調べる必要がある。俺は林田の経歴を徹底的に洗い始めた。リンクトインのプロフィールを見たが経歴が曖昧だ。どこの大学を出たのかも書いてない。 Facebook も見てみたがあまり情報がない。次に AI 関連のフォーラムやコミュニティを検索してみた。すると驚くべき情報が見つかった。ある IT 系掲示板に AI
ちは俺のケースと全く同じ。俺はすぐに投稿主に連絡を取った。連絡ありがとうございます。よく連絡くれました。俺も林田にやられたんです。うちも3000万円払って契約したんです。でも納品されたのは全く使えないシステムでした。他にも被害者はいますか？少なくとも俺が知ってるだけで3社あります。みんな同じ手口でやられてます。手口は本当に一緒です。デモでは高精度を見せるけど実際は全く使えない。しかも追加費用を請求されるんですよ。全く同じ手口ですね。証言をもらえますか？法的な対応を考えています。もちろんです。俺も泣き寝入りしたくない。他の被害者にも連絡して証言を集めます。その日の夜、被害者 A から連絡があった。3社全部から証言の同意をもらいました。被害総額は合計で1億2000万円にもなります。1億2000万円。これは組織的な詐欺だ。俺は弁護士に相談することにした。なるほど、これは明らかな詐欺行為ですね。ソースコードの解析結果、過去の被害者証言、十分な証拠です。毒にでものやらせの証拠が決定的ですね。はい、これで逃げられないはずです。すぐに会社の社長に報告し、緊急役員会議を開いてもらいましょう。お願いします。俺は100ページを超える詳細な分析レポートを作成した。ソースコード解析、ログファイル分析、デモのやらせの証拠、過去の被害企業からの証言書も全て集めた。証拠資料、分析レポート、証言書、全てを一つにまとめた。これで林田を完全に論破できる。一致本気出してきた。100ページの分析レポートとか本物だわ。if 文だけと重にすぎるだろ。これぞデータサイエンティストの本領発揮。過去の被害者も味方につけたのは強い。弁護士まで連れてきて完璧な布陣。そして緊急取締役会議の日がやってきた。イッチ君、一体何の用だ？弁護士まで連れてきて。まさか自分の責任を逃れようとしているのでは？違います。林田さんの詐欺行為を告発するためです。ああ、詐欺だと名誉毀損で訴えるぞ。どうぞ訴えてください。こちらには完璧な証拠がありますから。まず納品されたシステムのソースコードを解析しました。林田さんが最先端の AI と言っていたシステムですが、実は単純な if 文の集合体でした。はい、メンソルフローも解像値も使われていません。機械学習ライブラリが一つも含まれていませんでした。つまりこれは AI ではなく単なる条件分岐プログラムです。それは実装の一部で。実装の一部、全部が自分だけです。機械学習のモデルファイルもトレーニングデータも存在しません。さらにデモで98%の精度を見せたトリックも暴きました。システムのログファイルを解析したところ、デモ用のデータ ID に対して正解を事前にハードコードしていました。なんだと？つまりデモは完全にやらせだったんです。デモデータに対してだけ正しい結果を返し、それ以外は適当に判定していた。だから実運用では精度30%しかなかったんです。待ってくれ。それはさらに驚くべき事実があります。林田さん、あなたは過去にも同じ手口でそれを繰り返していません。何を言っている？過去の被害企業3社から証言を集めました。すべて同じ手口です。デモで高精度を見せて契約、納品後は使い物にならない。被害総額は合計で1億2000万円に上ります。1億2000万円。4社も騙していたのか。おそらくまだ他にも被害者がいる可能性があります。待て、そんな証拠があるはずが。こちらが被害企業からの証言書です。そして100ページを超えるソースコード解析レポート、すべての証拠がここにあります。弁護士の立場から申し上げますが、これは明らかな詐欺罪に該当します。林田さん、これは本当なのか？それは誤解です。では林田さん、このソースコードを説明してください。あなたが言っていたディープラーニングはどこにあるんですか？トランスフォーマーもバンズも見当たりませんが、ニューラルネットワークの実装すらありません。
それは企業秘密で。企業秘密？じゃあソースコードを見せてください。それはもういいです。観念してください。あなたのやったことは明らかな詐欺です。すみませんでした。認めたのか。証拠が完璧すぎて見られなかったようですね。すべてその通りです。 AI なんて作れる技術はありませんでした。 AI ブームに便乗して適当なシステムを売りつけていました。では法的措置を取らせていただきます。契約解除、払い済み金額の1000万円の返還、さらに損害賠償として3000万円を請求します。プロジェクト失敗による機体損失も含みます。合計8000万円の支払いを求めます。8000万円。さらに詐欺罪で刑事告訴も行います。過去の被害企業も集団で告訴する予定です。イッチ君、本当にすまなかった。君の警告を無視してこのような事態になってしまった。最初から君を信じていればよかった。結果的に真相を明らかにしてよかったです。君には本当に感謝している。今日から AI 推進室長に昇進してもらう。本当ですか？ありがとうございます。さらに特別ボーナスに100万円を支給する。会社を救ってくれた功労者だ。ありがとうございます。そして本物の AI システムの開発を君に任せたい。はい、必ず成功させます。その後、俺は本物の AI システムを開発した。テンソルフローと PyTorch を使ったちゃんとしたディープラーニングモデル CNN ベースの画像認識モデルで10万枚以上の画像データで学習させた。実運用での精度は 95% を超え、製造ラインの効率が大幅に向上した。不良品検出率も従来の3倍に向上した。林田については詐欺罪で起訴され、懲役2年の実刑判決が下った。執行猶予なしの実刑だ。 AI イノベーション社は半年後に倒産した。被害者からの訴訟が相次ぎ、資金が底をついたらしい。結果として会社は5000万円を取り戻し、さらに3000万円の損害賠償を得た。過去の被害企業も全額取り戻せたそうだ。そして俺は AI 推進室長として充実した日々を送っている。年収も200万円アップして念願のマンションも購入できた。ざま完全勝利じゃん。ソースコード解析で論破とかかっこよすぎ。データサイエンティストの勘だわ。昇進もボーナスもゲット。詐欺師は実刑2年。以上が俺の体験談だ。最後まで読んでくれてありがとう。飯をつめっちゃすっきりした。一致ありがとう。